こんにちは。作業はいよいよ大詰めです。今回使うかもしれない部品たちです。使わないものもあるかもです。今回は電装と外装をやっていくんですが、まずはこれ。チェーンをつけたらわかったんですが、なんとサイドスタンドを畳むとチェーンに当たります。これはいけません。だいぶ遊びがあるなぁとは思ってたんです。ピボットのボルトがテーパーになっています。新品と比べると摩耗の度合いがわかります。スタンドラバーを交換しようとしたら、ボルトが折れました。面倒ですが穴を掘って残ったボルトを抜きます。余計な手間がかかりましたがなんとか当たらなくなりました。でもチェーンカバーは無理かな。次はハーネスを加工します。配線図が見づらいのでスキャンして色をつけてみました。主要な線だけでも色分けすると見やすいです。なんとなく見えてきたので早速加工していきます。メンテしやすいようにコネクタにしたんですが、かさばってしまってカバーがつけづらいです。ギボシのままの方が良かったかも。ヘッドライトは、アリエクで見つけた LED。カスタム株の王道は小型のベーツライトですが、現行型のライトに似てるかなと思って買ってみました。思ったよりでかかったですが、後には引けないので、頑張って使います。アルミパイプで適当なステーを作って取り付けます。いわゆるフォークがないので、フォーククランプのライトステーが使えないんですよね。色を塗って完成。多分下からも支えた方がいいんだろうな。じゃあ点灯テストします。ただでさえ電力がギリギリと言われる株なので、電気は無駄にできません。だがしかし、この車両はプレス株、それもデラックス。プレス株デラックスにはグリップヒーター用に、専用の発電コイルがあるので利用させてもらいます。AC レギュレーターを、レギュレータレクチファイアに置き換えて、直流 12V を取り出します。点灯しました。電圧は低めですが、アイドル時でこれだけ光れば OK でしょう。
メーターも例によってありえくです。驚きの500円以下です。マットモーターサイクルのメーターに似ている気がします。コピー品でしょうか？テールランプを取り付ける場所がなかったので、やりたくなかったけど、穴を開けて取り付けます。テールランプはこれもアリエクで買ったものです。一応ボルトにはナイロンワッシャーをつけて、自己満足です。ウインカーも安定のアリエクです。そうそう、フロントフェンダーもつけました。ライトケースと一緒にガンメタで塗装しています。フラッシャーリレーも交換です。面倒な配線が終わったので一通りテストしてみます。明かりを消して灯火のチェックをします。ロービーム、割と明るい気がします。ハイビームも結構広く照らしますね。後軸はちょっと下げ気味に、どうせ夜走る予定はないしね。ウインカーインジケータがつきっぱなしになるのはなんでだろう？動作は問題ないんだけどね。テールランプも OK ですね。フロントカバーはハンドルに干渉するのでカットします。レッグシールドもカットして仮付けしてみます。ここの隙間が気になる。ということで、カットした部分からさらに切り出してみました。いろいろ調整して、いけそうなので、くっつけます。秘密兵器。針金を熱して樹脂に埋め込む優れものです。位置を固定して、ゴー。このくらいで勘弁してあげます。この方法でくっつけると、とにかく強度が出ます。
接着剤でこれは無理ですよね。はい、じゃあ最後の塗装です。左のサイドカバーを引っ掛ける部分がないので、右側のをコピーして作ります。1ミリのアルミ板です。ハサミで切れるので加工しやすくていいですね。穴を開けて、曲げて、完成。ブラインドリベットで留めます。結局レギュレータが邪魔で、カバーはつきませんでしたとさ。レギュレータには移動してもらいました。ついにサイドカバーを閉じる日が来たかと、感慨深いです。キーシリンダーに小細工をします。もともとないのか、剥げてしまったのかわからないですが、文字を白く塗ります。シンナーで、はみ出た部分だけ拭き取ります。乾いたら完成です。燃料タンクを取り付けます。点滴も卒業です。画面左側がリザーブですので、間違えないようにしましょう。ちなみに私は間違えました。シート派タンクととも締めです。シートは Amazon で安かったシートです。正直失敗したと思っています。キャリアがないと後ろがスカスカなので、ロングシートにすればよかったかな。もう足を守ってくれない、レッグシールドだったものを取り付けます。
取り付け部が割れてしまってるので、バンドで取り付けます。バンドの角が塗装を削るので、スポンジを挟みます。それでは最後の仕上げです。キャップやステッカーを貼ります。これで一旦完成ということにして、ちょっと走ってみます。コップ一杯分もないガソリンで、なんとかスタンドまでたどり着きました。朝方によく聞こえる音がします。それにしてもスピードが60キロで頭打ちな感じが残念です。やっぱりキャブとエアクリーナーが 50cc のままじゃダメなのかもしれません。後でニードルのクリップを変えて様子を見ましょう。ダメならジェット交換やらパワーフィルターとかですが、沼にはまりそうで怖いですね。では、今回の費用はこんな感じ。これまでの費用の合計は計算したくないですね。まあ計算すると11万円と少しでした。いやー随分かかりましたね。お金も時間も。中華パーツの見本市みたいになりましたが、まあ、満足です。でも、シートだけはなんとかしたいかも。赤のパイピングが浮いてるよな。手をつける前は限界まで節約するつもりだったんですが、やっぱり傷んだ部品を見ると変えずにはいられなかったです。なんとか走れるまでにはなりましたが、実際に走ってみて気になるところがいくつか出てきたので、もう少し調整が必要なようです。